今西千尋さん、56歳。ありがとうございます。これが元おっさんやと思えへんでしょ。全然わからないです。全然わからないです。男性として生まれ、人生の途中で女性となったトランスジェンダーです。20歳の誕生日。ありがとう。カミングアウトしたのは結婚しお父さんになってからでした。1965年、千尋さんは京都府で代々続く鉄工所の長男文彦として生まれました。幼い頃から自分が男性であることに違和感を持っていましたが、当時は LGBT や性同一性障害といった言葉がほとんど認知されていなかった時代でした。毎日毎日その違和感があるわけじゃないけど、やっぱり心のどこかで密かにそういう思いがあったと思いますね。要は赤のマジックで爪赤してたりもしましたしね。誰にも打ち明けられないまま男性として過ごしていました。俺も分からへん、迷子になってるんです。俺も荷物結構きつかった。行きます。汚い、行きづらい。28歳の時、知人の紹介で知り合ったひろこさんと結婚します。ひろちゃん。そして息子龍太さん、娘かなえさんが生まれます。幸せな生活を送っていた千尋さんとひろこさん。しかし結婚10年目を迎えた時のことでした。私のカバンの中からこう出てきたらあかんような女性の下着が見つかったと。それをひろこさんが見つけてしまったんですね。でこれなんていうことが、まあきっかけやね。なんでこんなもの持ってるのかなっていうことで、それ聞いたら実はそうなんていうの、浮気かなと思ったけれども違うと。それはもう重い顔をしていや自分のものです、これはそういう自分で買ったんやと言わはったんで、いい父親でいようと隠し続けていたものが下着が見つかったことで抑えきれなくなりました。千尋さんが女性として生きたいと告白した時、龍太さんは7歳、かなえさんは3歳でした。次第に妻や子供たちの前で女性の姿を見せるようになります。この人お父さんですっていうことがどんどん怖くなってって、怖かったんだ。何が怖かった？多分嫌な目で見られるのが怖かったと思いますね。すごい母も思い詰めるっていうか性格なんで、まあちょっと泣いてる声が聞こえたりとか、それはちょっと聞いててしんどかったなっていう。家族が父親のことで悩んでいた頃、龍太さんにはもう一つ抱えていた悩みがありました。親父がそれこそ自分がこう円形脱毛症になって、免疫疾患というか、すごい脱毛が始まってしまって、龍太さんは自己免疫疾患で全身の毛が抜け、帽子やかつらをかぶって生活していました。なんか教室の外から僕の方を見られて指さされてとかって、もう絶対俺のカツラの話してるやんとか、もう勝手にもう想像がすごい膨らんでしまって、でそれの精神的に耐えられへんっていう。自らの容姿のことで悩んでいた父と息子。次第に家族との会話はなくなり、千尋さんは家を出て行きました。
当時父の後を継ぎ鉄工所の社長をしていた千尋さん。職場でも女性として生きることは受け入れられませんでした。あ、この社長おかまになったんやでとか、なんか女として生きはるんやでとか、まあそういう噂がどんどん来たんですよ。それでちょうどまあそんな噂もいろいろ出てきたら、今度は身内からそんなんでは社長としての信用がなくなるとか、その時がやっぱり一番辛かったですね。家庭からも職場からも居場所がなくなり、深夜一人向かったのは会社の倉庫。もう本当に覚悟を決めて、ちょうどねかけた瞬間ですかね。朝3時か4時だったかな。ひろこさんから電話かかってきたんですよ。多分予兆があったと思うので、すごい心配してたと思うんですよ。でそれが前の晩だったか、その一つ前だったか、やっぱりちょっとサインを出されてたことで、これは連絡しなきゃ。思いとどまらせたのは妻からの電話。しかし女性になった夫とは夫婦ではいられない。2人は離婚を選びました。性同一性障害と診断された千尋さんは8年前性別適合手術を受け、体も女性となりました。ひろこさんの家から歩いて5分ほどの場所で一人暮らしをしています。4年前2人は養子縁組を結び、ひろこさんは千尋さんの養女になりました。どうぞお疲れ様。絆を取り戻すため選んだのが、戸籍上でも家族になる養子縁組でした。お互いの家を頻繁に行き来して家族の出来事を話し合っています。夫が女性になったことはひろこさんの心に未だ言えない傷を残しています。男性不信っていうのが実はあったりするんですよ。でなんかイメージとしてこうなんていうの、なんかこういう男の人がどうなのかなとか思わなくないんですけど、もう基本のベースでちょっとまだ心がちょっとやっぱり傷んでる部分があって、こうなんかこう表現するんじゃないかというか、なんか本当はこの部分あるけど見せてなくって違うとかなったらみたいな。ひろこさんは家族の出来事をきっかけに誰もが生きやすい社会について考えるようになりました。歌や演劇を通じて多様性を考えるイベントを定期的に開いています。去年11月、5年前から準備してきた大きなイベントを開催することになりました。会場には400人近くが集まりました。障害やマイノリティなど生きづらさを抱えている人にも自信を持って生きてほしいというメッセージがこのイベントには込められています。息子龍太さんもステージに上がりました。
僕自身免疫疾患で、全身脱毛になった時、これはもう誰にも分かってもらえないと、辛さを感じていました。でもそれを、家族の出来事であったりとか問題の整理もしてきました。父や母や、妹、その3人がやっぱ一緒になって、もうお兄ちゃんはそのままで生きた方がいいよと。僕は近くにあったゴミ箱に、カツラと帽子を全部捨てました。でも今こうして、皆さんにお話をさせていただいて、自分にはもうスキンヘッドは恥じるべきことではない、どんな病気や身なりをしていようと自信を持った人間は強い。少しでも勇気や希望を与えられたらいいなと思い、ここで話させていただきました。自分の病気について多くの人の前で話したのはこの日が初めてでした。結婚の来てくれたことが一番の喜びで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イベントの翌日、龍太さんは服飾の専門学校で知り合った安住さんにプロポーズしました。千尋さんに初めて会われたのはいつだったんですか？インターホン越しで、入れといてみたいなそう入れといてみたいな会話を聞きました。帰り際になんか声若くなかったみたいなのを言われて、まあ言われてみればそうかなみたいな感じで、なんか女性っぽかったとか思われてへんかったかなみたいな不安があったのか、後々、実は女性やねみたいなことを言われて、あ、そうかみたいな感じです。はいはい、入って。千尋さんは子どもたちの結婚について抱えている不安をひろこさんにこぼしていました。それは子どもたちの結婚思ったらな、私のこのセクシャリティのことが邪魔しひんかったらいいかなって、選ぶ相手のご実家の考え方とかも分からへんし。あ、すいません、遠いとこ ありがとうございます。すいません。いいえ。今日はちょっとご挨拶がてら宴席を設けさせていただきまして、今日はゆっくりしていて。龍太さんと安住さんの結婚に向けて両家が顔を合わせました。安住から話を聞いたときに、龍太君のその見た目のことであったりとか、でお父さんのことであったりとか聞いてたんですよ。その時に、何やってんのかな、正直何も知らないじゃないですか、皆さんのことを。だからもうこの子やから、騙されたんですよ。最初あんまり普通ないですからね。そうなんです。世の中でこういう家庭っていうのは。そうなんです。私実の話、私悩みました。どうなんやろう、したけどこんなこと人に言えへんのやろうかというような気持ちがありました。だけど胸張って、今西家の息子さんと付きを取るんやって堂々と言えます。仕事もしっかりされとるし、で趣味もきちっと持っておられるし、考え方も、やっぱりお父さんとしての考え方持っておられるし。こうやって足立さんとこのご両親にもご理解いただいて、婚を通じてまたご縁ができてっていうことに対して本当に感謝の気持ちしかないです、私は。パパがある日女性になって18年、家族の輪が広がりました。